ジャンクスクラップから取れたダイヤモンド、金やプラチナのスクラップの中にひっそりとうずもれていた。これは過去に回収した一粒だが、これから本番が始まり、今から都市鉱山を本気で掘る。ダイヤモンドを自分の手で、ハンマーとタガネでガチ採掘、洗浄、検査を終えて、いくらの価値がつくのか。リアルな都市鉱山、その一部始終を見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。これがダイヤモンドだ。とても小さいけれど、自分でジャンクスクラップから回収したものなんだ。実は、金やプラチナのスクラップの中には、こういった小さなダイヤモンドがついていたりするんだ。これは、さっきの小さなダイヤモンドを観察するための USB 顕微鏡だ。ものすごい変な USB だが、マイクロビート、タイプ A が使える便利な仕様だ。この顕微鏡は、Amazon で2000円から3000円くらいで売っている激安品だが、結構使えるので、おすすめのツールだ。ただ、1600倍と書いてあるけど、多分そんなに拡大はできないので、その辺は気にしないでね。で、この小さなダイヤモンドには、ファセットと呼ばれる、たくさんのカットが施されているんだけど、顕微鏡を使うことで、カットや天然由来の内包物を確認できるようになるんだ。では、実際に観察する前に、簡単にソフトについて説明するね。基本的に USB のカメラに対応していれば、何のソフトでもスマホのアプリでも見れるんだけれど、今回は前回の動画で使用した GUVC ビューを使うよ。これを使えば静止画の撮影から動画の録画までできちゃうんだぜ。では実際に顕微鏡で撮影した動画を見てみよう。このダイヤモンドはダイヤモンドテスターとモハッサナイトテスターで検査済みで、一般にメレサイズと言われる脇石などに使われている小さなダイヤモンドだ。パッと見透明感があり、キラキラした綺麗な宝石に見えるけれど、実はこれ両者が似た場合はあまり良い品質のものではないんだ。ただこのダイヤモンドはダイヤモンドが欲しくて買ったものではなく、ジャンクスクラップを買った時についていた副産物として取り出したものなんだ。だから品質の良し悪しではなくて、ヤフオクのジャンクスクラップのような都市鉱山から採掘されたことに意味があるんだ。だってさ、スクラップから金を取ってさらにダイヤが取れるなんてなんかロマンがあるじゃないか。それに現実の採掘と比べて危険もない家でできる作業だしね。じゃあ今度は実際にジャンクスクラップという都市鉱山からダイヤモンドを採掘してみよう。さっきのチリダイヤは過去に回収したサンプルだから、これからが本番だぜ。まずは石のついたそれらしいものを見つけてよく観察すること。これは脇石が残ったままの指輪のスクラップ。すでにメインの宝石は取り除かれた後だ。こうやって細部まで確認して当たりをつけたら、次はダイヤモンドテスターで検査していく。これがダイヤモンドテスター。Amazon で安価な製品が売っているよ。このように先端を石に直接当てて検査をするんだけれども、石が汚れていたり、先端の部分が石に当たらない構造だと検査はできないんだ。通常はこのダイヤモンドテスターとモハッサナイトテスターを交互に使用して検査することになる。こんな風にゲージが動いて反応するので、見やすくてわかりやすいんだ。ちなみにこの反応はダメなやつだ。ただし、今回のケースでは、経験上見た感じがダイヤっぽいので、一旦取り外して洗浄してから、再度検査することにした。
次に、この石がいっぱいついてるか2、3を検査。これも、ダメな判定結果なんだけど、さっきと同じように、洗浄してから検査することにした。じゃあ、万力に固定してから、石を取り外す作業を始めるね。取り外しのやり方は、石の留め方によって違うんだけれど、今回のは、レール状の枠に挟まっているような感じだから、その枠をタガネで広げて外せるようにする。これが結構難しくて大変なんだよね。だけどなんだか採掘っぽい感じが出てきたよね。枠にタガネを当てて上からハンマーで叩いて広げるんだ。なかなか外れないね。石に直接当ててしまうと、たとえダイヤモンドでも割れたり、欠けたりしてしまうんだ。ダイヤはモースコード10、最も硬いものなんだけど、それは、引っかき傷に対してであって、ハンマーでぶったたくと、普通に割れちゃうんだぜ。だから、結構神経を使う作業なんだよね。苦労して、やっと一粒が取れたんだぜ。とっても小さな一粒だけど、俺の時給換算は、この一粒より小さいかもしれないんだぜ。その後も、頑張って、地道にタガネを叩いていくと、わずかずつながらも、レール枠は広がっていき、またも、一粒回収することができた。さらに、その後も、ひたすらタガネを叩き続けることで、少しずつレール枠を広げて、もはや原型をとどめていない形に変形しながら、貴重な一粒が採掘されるのであった。ここにも一粒落ちてた。ダイヤモンドの採掘は大変だな。いやー、結局一個どっか行っちゃったね。見つかんないよ。実は、うっかりどっかへ弾き飛ばした一粒が見つからないっていうのはよくあることなんだよね。もう、なくなっちゃったもんは仕方ないから諦めるしかないわ。では、採掘した石をきれいに、この超音波洗浄機で洗っていくぜ。洗剤はいつものバフカス落とし。これで、がっちりきれいになるはずだ。お水も、いつもの容器で注ぎます。あとは、この茶こしが重要。あんな小さいのまたどっか行っちゃうかもしんないから。この茶こしの中に入れてから洗うんだよ。じゃあ、あとはスイッチを押してからだいたい300秒から600秒待ってからよく水ですすいでさらによく乾かしてからできたのがこれ。では、この状態で改めて確認してみよう。表面の汚れは洗浄したおかげでかなりきれいになったね。やっとの思いで取り出した小さな石。改めてダイヤモンドテスターで検査をしよう。今度はどうかな。おお、今度はしっかり反応したね。やっぱり、表面の汚れでテスターが判定できなかったんだ。最初にやった時と、ゲージの反応が全然違うもんね。じゃあ、取り外した方も大丈夫かな。
はい、こっちも振り切ってるで。天然のダイヤモンドには、親油性という特性があって、皮脂や油分などの汚れがつきやすいんだ。だから、検査の前によく洗う必要があるんだぜ。これで、すべてのダイヤがダイヤモンドテスターで検査できました。あと、モハッサナイトテスターで検査します。これは、モハッサナイトの熱伝導率がダイヤモンドに近いため、ダイヤモンドテスターだと、モハッサナイトをダイヤとご検知するためです。最後に、ダイヤモンドの蛍光性をテストしてみます。天然のダイヤモンドには、一定の紫外線に反応する蛍光性がある場合がありますが、蛍光性がない場合もあります。今回は金とかではなくて副産物としてのダイヤモンドが取れたわけだけど、一体いくらになるのかな。取り外すのに結構な時間がかかったわけだし、洗ったり検査したりと結構疲れたんだけどな。まあ、最低でも居酒屋か、よくて久しぶりのキャバクラ代くらいにはしたいよね。こうやって調子のいいことを言っていたので、その夜はまた変な夢を見ました。あれ、ここは俺は飲みに来てたんだっけか。今日もアフター行っちゃう。アフター。おう、兄さん、何寝ぼけたこと言ってんだ。てめえがダイヤ売りたいって言うから来てみや。なんだこれは。いやー、昨日は変な夢見たな。おお、早速見積もりが届いてる。1120円ってなんだよこれ。あんなに大変だったのに。しかも、掛けあり。だってさ。いやー、思ったより安かったね。外した時割れちゃったのかな。まあ、結論から言うと、自分で使いたいとか、どうしてもルースが欲しい時とか以外は、メレサイズの石がついてるスクラップは、わざわざ石を外さない方がいいかもね。ただし、買取業者が、ちゃんとスクラップとは別に、石の評価をしてくれることが前提だけどね。あと、いずれにしても、石のついたスクラップは、よく洗ってから見積もりに出すのは必須です。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。